H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。私のビデオの中で山王の物語に興味があるかどうか尋ねました。ほぼすべてのコメントが興味深かったです。ということで、この番組では閻魔大王と冥界の物語を語っていきましょう。超常的な身体能力を持つ友人のために、まず最初に、無遊病で冥界に迷い込んだ実在の人物の実話を通して、そのことを明らかにしたいと思います。結局のところ、私たちにはそのような能力はありませんので、不可能な視点でこれらのことを聞かないでください。世界は不思議に満ちています。30年前、私は携帯電話にそれができるとは信じていませんでした。インターネットロケットはリサイクル可能です。とにかく皆さんに聞いていただければと思います。最初の話は、野球 IU 氏とチェン氏からのものです。次の物語は一人称で語られます。私の姓は中です。私は超自然的な身体能力を持つ人間です。夢を通して冥界に行くことができる。あるいは天界では、通常は注意しなければ罰を受けます。今回のように、懲らしめられた経験です。閻魔大王は普段中国語を話します。ナレーションの都合上、現地語でお話しします。ある日、私はいつものように山ホールにやってきました。観客は超満員だった。閻魔大王が尋問していた。突然、60代の老人が突然現れ、あなたは不当だ。と叫び続けました。苦情を申し立てたいです。山王は、はい、あなたがどんな不満を持っていて、何を訴えたいのか説明してください、と言いました。老人は戻ってきた。私は自分の父親を殺した罪で2人の息子を訴えたいと思っています。娘は救おうとしません。山王はうなずき、わかった、書いてくださいと言いました。おじいさんは、山大王、ありがとう。と嬉しそうに答えました。彼が振り返って去ろうとしたとき、山王は尋ねました。出発しますか？大丈夫ですか？老人は疑わしそうに答えた。大丈夫だよ。山王は何か説明することがありますか？山王は、あなたの子供たちに対する非難が非常に正義であり、不満に満ちていることを叱責しました。この世界で自分が同僚に対してどれだけ残酷な仕打ちをしたか知っていますか？他人や従業員を踏みにじりませんか？老人は慌てて話を遮り、山王、そんなことは言えません。人生はジャングルのことです。どうして私を残酷だと言えるのですか？と言いました。山大王がテーブルを叩き、あなたにこんなことをしたと怒って子供たちを叱ったのですから、あなたは文句を言っているのです。あなたは他人をこのように扱い、人食い行為をしていますか？見ていてとても幸せで、死ぬほど笑いたかったです。当然のことだ。その老人は私とは何の関係もありません。早く逃げないと後で捕まるよ。突然、閻魔大王が小槌で罪を叩きつけ、私を指さしてこう言いました。どうしてここにいるのですか？行く。行って、この老人の人生を体験してください。閻魔大王は再び小槌を叩き、横から走り出した。小槌は古代の役人が威厳を示すために使用した魔法の武器でした。それを撫でると、隣にいた幽霊使者が、と叫ぶだろう。このようにして、カルマミラーは個人が過去に行ったカルマを反映することができます。私は自分を指してこう言います。私？疑問符？反論する間もなく、私は技の鏡に吸い込まれ、この老人の生、老、病、死を体験しました。吸い込まれた後は特に何も感じませんでした。私が知っているのは、その感情が極貧の家庭に生まれたことによるものだったということだけです。私は子供の頃から両親と一緒に物乞いを始めました。ある日、私はこう感じました。もっと物乞いをするために、私の父は裕福な家族によってはめられ、撲殺されました。母は病気で亡くなり、それ以来無力になりました。私はお金持ちになりたい、両親のようになりたくない、と心に決めました。そうやって、金が儲かる限り、彼は必ず戦うのだ。
同じ業界でも容赦なかった。この老人のせいでどれだけの人や従業員がお金を失い、自殺や自傷行為をせざるを得なかったのかわかりません。こうして彼はついに大金持ちとなり、妻と結婚し、次男和目を出産した。満足していた時、彼は自分の子供たちの様子が何かおかしいことに気づきました。彼は二人の息子に対して厳しすぎて、娘に対しては無関心だったことが判明した。ある日、二人の息子が話し合っていると、長兄が、弟はどうなのと言いました。私が前に尋ねたことは決まりましたか？弟は、父親は厳しかったけど殺すつもりはないと言いました。兄は彼を叱りました。彼は子供の頃から殴られたり叱られたりしていた。全身の傷が少なすぎませんか？弟はまた答えましたが、人命がかかっているんですよね。その瞬間、父が現れて、この二人の兄弟を叱り、殴り始めました。この二人の邪悪な息子たち。全部聞きましたよ。無駄に育てたんだ。ついに二人の兄弟はそれに耐えられなくなりました。一人は棒を、もう一人は椅子を手に取り、必死で父親に反撃した。でも奇妙なのは、私の経験は経験であり、痛みも感じることになるのですか？そこに娘が現れた。このお父さん救われたと言って娘のために叫ぶのもあり。助けて、助けて。娘は一別して微笑み、そのまま立ち去った。ついに父親が亡くなりました。この時点で、この老人の死は私と何の関係があるのでしょうか？私も魂と肉体の分離を体験してみたいです。爪の角質が浮き上がっているのを想像してみてください。無理に剥がすと痛いですか？鋭い痛みです。理不尽な死を遂げた者は、最初から最後まで魂が引き裂かれ、皮が剥げた。まさに魂と肉体が分離したような感覚でした。結局、二人の息子はこの老人を華麗な葬儀で埋葬する方法を見つけ、私はそのまま閻魔大王の元に戻りました。この時、老人は困った顔で閻魔大王を見て、他に何が言いたいのかと言いました。おじいさんは怖くなって、いいえ。私は閻魔大王の裁きに従うつもりです、と答えました。閻魔大王は私を振り返って、帰れ。と言った。夜明けだ。と私は言いました。小づちショット。私はベッドから飛び起きて起き上がりました。私は唖然としました。私はその興奮を見に行ったのですが、結局殴られ、魂が切り離されるという経験をすることになりました。こんな感じで混乱して帰ってきました。私は誓います。次回はぜひ他の冥界の宮殿にも行ってみたいと思います。QIU 死の物語が語られたところで、霊王ウォンク氏は聴衆に尋ねたいと思います。冥界に行って体験したいですか？ラオワンさんもぜひ体験してみてください。でも、魂と体が離れてしまえば忘れてしまいましょう。次に、チエンさんの話をします。チエンさんの話もとても特別な体験です。七世名人が昇進して金持ちになる夢を見て、八世名人が生涯を終える夢を見るとよく言われますが、実は七世名人も八世名人もとてもおしゃべりで楽しい人たちなのをご存知ですか？次に、霊王ウォンクに今日お話ししたいのは、私が17歳、高校3年生の時のことです。その日は1999年のことでした。実は私には昔から特別な能力があり、天国や冥界にいる自分の夢をよく見るのです。夢は現実世界ほど一貫性がないため、通常の夢は異なります。この日は9月だったと記憶しています。夢の中で私はミワバイクに乗っていました。ミワバイクは障害者が補助輪に乗るのと少し似ています。誰が私を運転しているのか聞く必要はありません。私にはわかりません。しかし、私にわかることは、彼が間違いなく幽霊であるということです。バイクは暗い道を黙々と歩き、ガードレールのない長い石橋を渡った。板橋は本当に長くて、歩いて2ケラ3分くらいだったでしょうか。突然、目の前に左右2列にたくさんのバンガローが現れました。
それらは非常に古い種類の角の家でした。古い家繰り返しが淡い緑色の光に包まれていた。本当に映画を撮影しているようでした。我に帰った時、私を乗せたバイクが忽然と消えた。この薄暗い古い通りを歩きながら周りを見回したが、バンガローには幽霊は一人もいなかった。橋に着くと、橋の下に白い服を着た人たちがたくさん並んでいるのに気づきました。しかし、何を計画しているのかわかりません。1999年9月に夢の中に落ちたと言った時のことを覚えていますか？その時は921地震でした。この白い服を着た人々は921地震の後に苦しんだ死者なのだろうか？突然見て。新しいファンができました。とても背の高い男性が美しいセンスを持って私に見せびらかしていました。この男はマスター G だった。私はそれを見て悪くないと言いました。怖がらずに手に取って見てみました。すると別の小柄な男が今から私は魂に魔法をかけます。見に行きますか？この人はマスターバです。私は必要ないと言いました。突然、行きましょう。という声が聞こえました。病院に直行しました。まだ話し終わっていないのです彼らは私を病院の病棟に直接連れて行きました。一見衝動的なように見えるバー氏は急いで特定のベッドのカーテンを開けました。病室の患者はベッドが悲鳴を上げて気を失った。それは彼ではなく、あさってのちいさんだった。マスター A とは言った。彼が死ぬほど怖かったので、あさって去ったのも不思議ではないと思いました。それから彼はあるベッドに歩いて行きました。そしてそれは彼でした。マスターセブンは扇子を手に取り、患者の魂を体から追い出しました。それはそれでです。行きましょう。扇子を煽るとすぐに目が覚めました。私が南投市で育った特別な運命かもしれません。南投市工業の大きなアイドル、チーエとバイエはチーです。新院と冥界の母と母。私は台湾でたくさんのアイドルを見てきました。最も似ています彫刻の巨匠を称賛しなければなりません。この夢から3日後、私は南投の上皇廟に行きました。南投市の上皇廟には7世大師と8世大師の像が3体あり、その日参拝に行ったところ、7世大師の一人が実際に新しい像を持っていました。手には扇風機。もしかしたら夢の中のあの人だったのかもしれない。そういえば冥界旅行が気になる人も多いはず。私は夢の中で天界に連れて行かれ、修練もせずに冥界を見ることになりました。おそらく私がこの人生でこのような恵まれた視力を持つことができたのは私の長年の修練のおかげかもしれません。そうですね。当時はそう思いました。実は私がそのような能力を持っているのにはもう一つ理由があります。私が初めて冥界に行った時、マー将軍が私を鉄の檻を作るように連れて行ってくれた時のことを今でも覚えています。鉄檻はどんどん下がっていき、とても険しい雰囲気が漂っていました。目的は、ジングリーマンションうちで何が起こっているのか見てほしいですか？都市の神は私が外に漏れることを禁じています。そうでなければ訪問資格を失います。魔将軍といえば、今回は彼についてお話しましょう。ニューマー将軍は第7マスターや第8マスターとは異なります。彼らはとても真剣です。第7マスターや第8マスターと違って、彼らはあなたと私のことを話さずにはいられません。私は彼に何度か会いました。彼はたった2回と1回だけ話し、私に人生の真実を語った。全くわかりません。なぜ将軍と看守は私に人生の真実を話しに来たのですか？しかし、翌朝起きると頭が割れるような頭痛が突然良くなりました。またある時、マー将軍と私は暗い場所にいました。馬将軍は一言、一緒に座れ、と言った。それで彼は従順に座り、馬将軍は続けて、見かけはすべて虚偽であると言いました。すべての外見を見れば、それらは本物ではありません。私は突然彼の話を遮って、ちょっと待ってください。
この2問は金剛鏡ではありませんか？金剛鏡を説明するためだけに私をここに連れてきたのではありませんか？日中は仕事をし、夜は家に帰って母親の世話と家事をしなければなりません。突然、マー将軍の体がまばゆい金色の光で輝きました。夢の中なのに、光のぬくもりが感じられました。光が徐々に柔らかくなると、私の目の前の馬将軍の目は、加速を被った地蔵菩薩に変わりました。彼が親孝行の話を始めたとき、私は少し怖かった。私は無意識に立ち上がってひざまずいた。精神的な修行とは何ですか？菩薩は私に尋ねているようでしたが、私はあえて話すことができませんでした。そこで菩薩は、親孝行が第一だと言いました。神があなたにどんな過酷な環境を与えたとしても、あなたは自分にふさわしい恩恵を喜んで犠牲にします。あなたは自分の世話を放棄するよりも、経済的プレッシャーの下で困難に耐え、他人から見下されることを選びます。お母様、あなたの親孝行は天に届くほどでした。やるべきことをやって、心を込めて修行するだけで、お寺に行って見せびらかすようなことはしません。私は神々を助けています。私はそうは思わない。私はただ母が安全で健康であることを望んでいます。私は漠然とこの言葉を言いました。そう言った後、菩薩が微笑んでうなずいているのが見え、それから老人が私を雲の上に連れて行ってくれました。私はどこへ行くのかと尋ねました。一瞬にして夢は別の場所へ飛んで行きました。私は玄天神と対面しました。彼は笑顔で私を見て数秒間一言言いました。絵は1回で完成しますが、線を引く文章を書き上げるには3年かかります。夢から覚めます。この言葉を聞いて私は数日間考えました。ついに、玄天神が私に言いたかったことがやっとわかりました。何かをするときに不安にならないでください。一歩ずつ進んでいくことでのみ、あなたのメンタルは正しくスムーズになります。今年、先天神は私の心が徐々に落ち着いてきたのを察知したのか、2月のつ言の誕生日に私を正式に弟子として認めてくれましたね。霊陽黄金櫛は何かをするときは一度に一歩ずつ進めなければならないことを皆さんに伝えたいと考えています。通常、一歩で空に到達しようとすると、最終的には大きな損失を被ることになります。もしかしたら、過去に損失を被ったことがあるかもしれません。経験として受け止めてください。将来もっと良くなると信じています。今日、超自然的な物語はありませんが、それは非常に重要であり、誰もが冥界がどのようなものであるかを理解することを可能にします。これを聞いたら、冥界に行きたくなるでしょうか？それとも天国に行きたくなりますか？それともすでに行ったことがあるでしょうか？メッセージを残してみんなと共有しましょう。また、閻魔大王がアワビ聖天であることをご存知ですか？地獄は山の支配下にないことをご存知ですか？裏社会の組織構造がどうなっているのか知りたいですか？番組の次のエピソードでは、それについてお話しします。また、非常に感動的な超常現象の物語もお話しします。忘れずに視聴してください。次回を愛しましょう。